日本語耳ポッドキャストへようこそ。マリエです。今日はエピソード2、仕事について話します。日本語耳ポッドキャストエピソード1、もう聞いてくれた人ありがとうございます。もうコメントをしてくれたりとか評価をつけてくれた人がいるみたいで、本当に励みになります。ありがとう。このポッドキャストでは皆さんの耳を日本語耳にするために、自然なスピードで、私が日本人の友達と話す時のようなスピードで話をしていきます。なので早いと思う人が多いかもしれないんですけど、耳を鳴らすことがとても大切なので頑張って聞いてみてください。なんでゆっくり話さないかというと、このポッドキャストは日本語の中級から上級の人に向けて作っています。そのぐらいのレベルまでいったら、ゆっくりの日本語から卒業して、日本人が日常生活で話すぐらいのスピードに耳をやっぱり慣らしていかないといけないんですね。そうしないと日本に行った時に、あれ、あんなにリスニングの勉強したのにな、何言ってるんだろうこの人、ちょっとわかんないなっていうようなことが起きてしまうんですね。なのでこのポッドキャストではゆっくり話しません。皆さんの耳をトレーニングするために、使っていただけたらと思ってます。今朝の9時なんですけど、朝ちょっと早く起きて、白湯を飲んで、そしてヨガをしました。その白湯は、体にいいと言われてます。なので、朝お白湯を飲んで、朝ヨガをして、そして少しだけ瞑想もして、で、それでシャワーして、準備して、今ここに座っているっていう感じです。なので、今日はすごくゆったりとした感じで話ができるかもしれません。皆さんの朝のルーティンはどうですか？今日はね、結構いい感じの朝を過ごすことができたんですけど、でも私のいつもの朝、そんなにいいものじゃないですね。だいたい時間に追われてバタバタ過ごしていることが多いんですけど、ね、毎日今日みたいな朝を過ごせたらいいんですけど、なかなかちょっと難しいところがありますね。ということでね、今日は仕事について話をしていきます。私の仕事は日本語の先生です。オンラインで日本語教師をしています。もう2020年からやっているので、もう今年で6年目になります。教えてるレベルはもう本当にひらがなから始める初級の人、ビギナーの人から始まって、もうすごいペラペラの上級の人まで幅広く教えてます。年齢もすごくバラバラで、子供を教えることもあるし、そして人生の大先輩を教えさせていただくこともあります。グループレッスンとかデュオレッスンもやっていたことがあるんですけど、でも今は、ワンオンワン、1対1のプライベートレッスンをやっています。教科書を使って勉強する人もいるし、あとは JLPT の勉強をしている人もいます。結構私の生徒さんの中で中級とか上級の人も多いので、そうなってくると会話だけに集中したレッスンというのもやっています。なんで日本語の先生をしているんですかって聞かれることがあるんですけど、きっかけは、新型コロナウイルスがあったじゃないですか。で、あれが流行ってしまって、私の前していた仕事ができなくなったんですね。で、じゃあ私に何ができるんだろうと思った時に、オンラインで日本語を教えようと思いました。私、英語を教えていたことはあったんですけど、日本語を教えていたことはなかったし、そして、大学で勉強したことも、だいぶ忘れてしまっていることが多かったので、すごくたくさん私も勉強し直して、教え始めました。最初は勉強したい人と教えたい人をつなげるこのプラットフォームみたいなのを使って教えていたんですけど、今はもう全部自分でやっています。正直この仕事を最初はこんなに長く続けると思っていませんでした。いろいろコロナとか落ち着いたらまた前の仕事に戻ろうと思っていました。でも思ったよりも楽しいし、自分が学ぶこともすごく多くてためになるし、すごくやっぱりやりがいがある仕事なので続けています。でね、なんでそんなにこの仕事が面白いかっていうと、私的にはこの仕事の本当にいいところっていうのは3つあると思っていて、それをちょっと紹介します。まず1つ目はオンラインっていうこともあって、世界中の人とつながることができるというところです。本当に世界各国いろんな国から生徒さんが来てくれていて、お話しすることができています。
そして言語を勉強するにあたって、やっぱり長く続けるっていうことが大切だから、その一人の人と定期的に、毎週、ほとんど毎週、そして長い間、関係を続けていくことができるんです。そうすると、その人のこと、その人の出身地のこととか、その人の国の文化とか、お仕事の話とか、もう本当にいろいろなことをすごく深いレベルで知ることができるんですね。それはすごく価値があることだなと思っていて、私もたくさん新しいことを教えてもらっています。実は私の前の仕事も結構世界中の人と知り合うことができるような国際的な仕事だったんですけど、その仕事はキャビンアテンダントだったので、例えばじゃあその時にそのフライトで会うお客様とか、そのフライトを一緒にするクルーとか、いろんな人に会うことはできたんですけど、大体まあ一回きりのことがほとんどですよね。うん、お客様もそうだし、クルーもそうです。大体1回きり、一つのフライトをやったら、まあ、終わりっていう感じ。なので、十何時間とか一緒に過ごしたりはするんですけど、まあ、言ってしまえばそれっきりっていうような部分があったんですよね。それはそれですごく楽しい仕事だったんだけど、今の仕事はいろんな人に会えるし、そして1回きりじゃなくて、すごく深い関係を作ることができるというところが、この仕事の本当にいいところだなと思っているポイントの一つです。2つ目は、この仕事を通して私は日本とか日本語とか日本人であることが、好きになりました。正直言うと、昔私は、子供の頃からですけど、すごく海外にすごく憧れていて、で、なんかね、日本はかっこよくない、なんか日本はあんまり素敵じゃないと思ってたんですよね。例えば何か日本語で書いてあるものよりも、アルファベットで書いてあるものの方がおしゃれに見えたし、自分がアジア人であること、日本人であることもあんまり好きじゃなかった。今、日本語の先生をしているから、今思うと変なんですけど、なんで、たくさんの国の言葉がアルファベットだけ使っているのに、なんで日本語はひらがなもあって、カタカナもあって、そして漢字もあるのと思って、なんでわざわざそんなにめんどくさくなってるんだろうって思っていました。だけど、やっぱり日本語を教えてるから、私もたくさん日本語のことについて勉強するんですよね。そうすると、日本語の本当に日本語の奥深さっていうのがどんどん分かってきました。今、ひらがなとかカタカナの話をしていましたけど、例えば同じ単語をひらがなで書くのとカタカナで書くのでは、ちょっと印象が違うんですよね。だからすごく簡単な例だと、動物のライオンいるでしょ、ライオン。ガオーっていうね、ライオン。まあ動物の名前はカタカナで書くことが多いかもしれないけど、でも例えば、ライオンってひらがなで書いたら、すごい柔らかいライオンになるんですよ。子供の絵本に使われるようなライオンくん。ね、なんか可愛い感じのライオンになるんです。でもカタカナでライオンと書くと、まあ普通のライオンというか、強いサバンナの王様みたいなね、感じのライオンになるんですよね。ひらがなとカタカナの使い分けだけでも、何か一つのことを示すだけじゃなくて、それプラス、それと一緒についてくるイメージみたいなものも表すことができる。そういうふうに考えると、ああ、すごい表現豊かだなと思います。これは例えば英語で何かを書いて、フォントを変えるぐらいのレベルじゃない、表現の自由さがあると思ってます。そして同じように、例えば敬語の使い方とか、受け身を使う時とか、何々してあげる、何々してくれるとか、あとはまあみんなが大好きな自動詞とか他動詞、そういうものの使い分けによっても、同じ状況を説明するにも、もう本当に何通りの言い方もあって、その言い方によって、その状況を自分はどういう風に捉えているかっていうことまで表すことができるんですよね。同じ状況の話をしているので、例えば英語にしたら、それはもう一つの言い方しかないかもしれない時も、日本語では本当にいろいろな言い方ができる。日本語の先生になる前までは、自分は日本語のネイティブスピーカーだけど、こんなに深いところまで自分の言語を考えたことがなかったので、この日本語の素晴らしさ、美しさっていうのも、知らなかったんですよね。
そうやって私自身日本語がすごく好きになってきて、生徒さんたちからの目線での話を聞いたりとかもして、そして言語と文化っていうのはやっぱり密接に関わってるものなので、日本文化もどんどん好きになっていって、結果的に自分が日本人であることにすごく誇りを持てるようになりました。この仕事はもう私にとってただの仕事ではなくて、それ以上に自分のアイデンティティを確立してくれたような、それぐらい意味があるものです。なので本当にレッスンだったり、コンテンツを通して私と勉強してくれている人に、もう本当にすごく感謝しています。最後に3つ目、なんといっても自由なところです。レッスンをしたり、コンテンツを作ったり、自分のウェブサイトの運営をしたり、結構私は教材もたくさん自分で作ったりするんですけど、そういうことを全部自分で決めて、全部自分でコントロールして、全部自分でやりたいようにやっています。全部自分でやらなきゃいけないから大変っていうところもあるんですけど、でもすごく自由。時々やらなきゃいけないこととか、あとはやりたいこととかもありすぎて、わーってなったりするんですけど、でも自分で全て好きなようにできるっていうのはすごく幸せなことだと思ってます。プラス基本的にオンラインで仕事をしているので、場所も選ばない。早い安定したインターネットがあれば、どこでも仕事をすることができる。これもやっぱりいいところですね。だからたまに日本に帰った時に、日本から仕事をしたりもしています。この自由さは私にとって、すごく大切だし、自分のライフスタイルに合っているものなので、いいなと思っているポイントの一つです。どうですか？皆さんは、お仕事、何をしていますか？皆さんのお仕事の好きなところはどんなところですか？ぜひコメントか何かでシェアしてもらえると嬉しいです。日本語耳ポッドキャストは YouTube、Spotify、Apple Podcast で、見たり聞いたりすることができます。あとは Instagram もやっています。このポッドキャストを面白いなと思ってくれたり、日本語の勉強に役に立つなと思ってくれた人は、ぜひレビューをしていただけると嬉しいです。日本語耳ポッドキャストは毎週木曜日の更新です。じゃあまた来週会いましょう。じゃあね。